もう大丈夫ですか？あ、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございますって別に僕が偉いわけじゃないんですけども、ですね、はい、トリックの、お話をしていきたいと思います。トリック2025エピソード1コンテストの結果発表というのをいきなり行いたいと思います。はい、ですね、トリックとは、変な Ruby プログラムを書いて競うプログラミングコンテストのことでございます。例えばですね、ハローワールドで言いますと、普通の人はこういうのを書くんじゃないですかね。なんですけども、トリックの基準で言うとこれは一番ダメなプログラムになりますね。例えばですけど、こんな感じの形してるとちょっといいかなっていうふうに思いますし、どうせならですね、コード全体がハローを表現しているとかですね、これだとなお良いですね。大体雰囲気伝わったかなと思うんです。こういう感じのコンテスト、こういう感じのプログラムをみんなでめでていこうというような会になります。気楽に聞いていただければと思います。トリックはですね、Ruby 会議で不定期に開催させてもらっておりまして、今回で5回目の開催になります。で、この発表では、大体昨年から今年の2月まで募集していたトリック、第5回のトリックの、入賞作品を紹介していきたいと思います。作品を発表する前に少しだけ、トリック2025について説明させてください。ですね、審査員はこの皆さんです。メディアアーティストの江戸さん、今日来てます。浜地慎一郎さんはちょっと残念ながら来てないですけど、なんかすごいハッカーですごいゴルファーの方。あと、ソラングっていう奇妙なプログラミングコンテストにすごく詳しい、ワイハラさん。あとは、マッツと、ですね、スーパーゴルファーの、レオニットとフラジシャスっていう人。この人は、自分でゴルフのためのプログラミング言語を作ってたりするような変な人ですね。あと私と、最後にですね、前回トリック2022の金賞を取られたフェンさんに今回新しく、審査員に入っていただきました。この8人で、投稿された作品を評価して、その中で良かったやつを紹介していきます。で今回ですね、その新しく審査員になったフェンさんが特に、他の方もなんですけど、トリックの宣伝をいっぱいしてくれまして、今までで一番投稿数が多い大会になりました。でですね、となると当然なんですけども、入賞のハードルすごく上がってまして、一番クオリティが高い感じになったと思います。なのでいっぱい落選してしまった方もいるんですけども、その方々も含めて本当に投稿してくださった方々皆さんありがとうございました。ですね、審査の方法はですね、アノニマスレビューとかブラインドレビューとかって言われるやつで、審査員は作者の情報を見ないで、この作品は1点、2点、10点みたいなのを10段階でつけるというふうになってます。ですね、今回は13個作品を、アワードにいたしました。平均点の高かった5つに、ゴールド、シルバー、ブロンズに4位、5位っていうのと、あと、そこには入らなかったんですけれども、各審査員が1つずつですね、これはぜひ紹介したいっていうのを選ぶということで、5たす8で13個、今日は紹介していきます。1時間で13個ってね、1つ4分で説明していかなきゃいけなくて、ちょっとやばいんですよね。はい。ということで、これから順次入賞作を、紹介していきます。一応なんですけども、警告、ネタバレ全開で紹介しますので、もし自分で解析を頼してみたいという方がいたら、今すぐこの部屋を出て行っていただければと思います。はい。入賞作品はですね、後ほどこの URL で公開する予定です。はい。よろしいですね。じゃあ入賞作品をもうどんどん紹介していきます。まずは、8つの審査員賞を、平均点がどんどん上がっていく順に、紹介していきたいと思います。一つ目ですね。これはレオニット審査員が選んだ、モーストハームフルっていう証明を与えました。最も有害で賞。ですね、各審査員がこんな風に点をつけております。フラジシャスはですね、ちょっと今回かなり忙しいということで、一部採点自体しているものもあります。で、入賞者は吉高さんです。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。吉高さんはトリック2015以来の10年ぶりの入賞という感じになられます。で、早速コードを見せますと、こんな感じですね。ちょっとこれだけ見ても分かりにくいので、ですね、あれ、これかな？実際にコードをお見せしていきたいと思います。おっと。この先これずっとなるのか、嫌だな。こんな感じですね。ちょっと結構長いコードなので分かりにくいんですけど、面白いところがこの辺ですね。GoTo78 なんだこれって感じなんですけども、実際に実行してみましょう。
これさっきのちゃんと今これ覚えておいてくださいね。インクリメント1タイムス2タイムスっていうのが増えているところでエントリー .rb の78行目のあたりを見てみますとですねもうちょい下気づきだこれですね。さっきのインクリメント N タイムスっていうのが出て GoTo78 っていうのは78行目にジャンプするという意味ですね。ここに戻って i が一個ずつ増えていって、10になったら else の方に行くっていうことで、さっきの動きと合致しているのが分かるかなと思います。余計なこといっぱい書いてあってもいろいろよく分かんないこと書いてあるんですけど、そんな感じのプログラムですね。はい。本当にいっぱいいろんなネタが詰め込まれてて全然紹介しきれないんですけど、面白い部分は今のところが特にあれかなと思いました。 GoTo の動きですね。78っていうと78行目に飛ぶでですね、これどうやって実装してると思います？ですね、普通当然できないですね。ネタバレしちゃったけどこれですね。GoTo78 っていうのがあってですね、ファイル全体を読み込むとで78行目以降を切り出してその後を言いバルするという、大変強引な実装をなされてました。はい。分かりやすいって分かりやすいですね。でこの方法だとね if の中に飛び込むことできないんですよね。いきなり else とか end とかが出てくるという形になるのでパースエラーになるはずなんですけども、この作品はその辺もちょっと、工夫というかですね、再構成ですね。このヒアドキュメントとかってよく分かんないこと書いてて、これ40行目ってここなんですね。ここに行くけどこの FI というわけわかんないコードがですね上から言ったらヒアドキュメントに隠されるし、ここから切り出したらこの if がこのエンドに対応するっていう感じでですねうまいことをごまかして、やってるっていうような感じのことでした。本当にたくさんの工夫があって紹介しきれないんですけど、ぜひ公開後に各自で見てみていただければなと思います。両人と審査員今日いないんであれなんですけど、誰か一言喋りたいことある人います？いない。じゃあ大丈夫。次行きましょう。時間ないんでね。はい。はい。じゃあ次行きます。次は僕のですね、豆アワードあげるのはモーストシフティッド賞という賞です。点数がこんな感じですね。なんか今出てきましたね。これですね。入賞者はワイハラさんです。おめでとうございます。このようにですねトリックはですね審査員自身が作品を投稿するというのを許しています。で審査は匿名で行われるのでその審査段階でですねワイハラさんは自分の作品に対して、自分の作品だと言わずに適当にしれっと7点とかをつけてですね最後までいくんですね。で最後になったら、作者の情報をオープンして自分自身への得点は除去した上で平均点を出すっていう形になっています。はい。でプログラムこれですね。まず実行してみた方がいいですかね。違う。かな。ですね、こんな感じの最初の5行ほどがなんかぐちぐちして分かりにくいんですけど、この辺もね一見すると Ruby のコードかなって感じなんですけども、実行してみましょうとりあえず。ちょっともう一回スライドって書いてるのはですねちょっとかな。スライドって書いてある文字がスライドするというプログラムになってますね。スライドですね。はい。なんですけども、じゃあ一見すると普通かもしれない見た目の Ruby コードこれねなんですけども、何かよく見るとなんかおかしいんですね。トランケートとかですね、カバーハテナってこんなふうにブロック取れるんだっけとか、コードポイントとかですね、いわゆるシングルメソッドとかそんな感じのプログラムになってる。これ何が起きてるかっていうとですね、最初の5行にトリックがあってですね、シフトしてるんですね、メソッド名を。ストリングの例で示すんですけれども、最初の方で大変 Ruby らしいハックによってですね、例えばstr クローンっていうのを呼んだらこれ実態としてはコードポイントを呼ぶっていう意味になるように名前を入れ替えちゃってる。コードポイントを呼んだらコンキャットになるし、コンキャットを呼んだらカウントになるみたいなのを最初の5行の本当にねごちゃごちゃっとやってるっていうようなプログラムになってます。でこれによってですね一見すると普通のこのプログラムがわけわかんないんですね。トランケータは実はアップトゥを呼んでるんですね。あとカバーハテナはサイクル、あとはコードポイントはコンキャットで、シングルトンメソッドスリープなんですね。わかりやすい。じゃあちょっと面白いのはですね、これ PP って書いてる、これ実際にはプリント呼んでます。
みたいな感じのプレイですね。なのでこれ僕が選ばせてもらったんですけど、普通の Ruby に見えて、本当なんかね、一見すると Ruby に見えて、よく見たら全然異世界のRuby みたいな感じのコードになって、異世界の Ruby というか異世界の言語ですよね、言葉が。いや、それがインパクトが良くて選ばせていただきました。さっきも言ったけど、作者を知らずに評価しているので、これがワイハラさんの作品だとしたのは、本当に一番最後の審査員賞を選んだ後で、作者の情報をオープンして見てみますっていう感じです。和原さん自身何か一言喋りたかったりします？デバッグが大変でした。いい一言ですね。はい。そうだろうな。いや、ありがとうございます。想像できる。じゃあどんどん行ってしまいますね。ありがとうございます。次はマッツアワードです。ベストフェイダウェイ最高の消失で賞です。得点はこれですね。もう×が見えちゃってあれなんですけど、浜地慎一郎さん審査員の、作品になります。おめでとうございます。はい。作品はこんな感じです。なんか縦にもやもやっとしてるんですけども、これはですね、11ですね。このもやもやっとした感じのプログラムになってます。ですね、このテスト用の入力ファイルがいるんですね。これを入力して、実行してみますね。テスト、こうすると。これですね、コメントをつけながら、エコーみたいなことをする、キャットみたいなことをするんですけど、最初の行はこれですね。一番最初の入力よ、これ。で、最初にアルファベット is disappearing from the world って書いてるんですね。で、この行が最後に DEFG が出てくる行なんですね。その後にですね、DEFG has disappeared from the world って書いてあって、その次の ABC はそのまま出て、この行で C が最後に出てくると。で、C が消えました。B が消えました。A が消えました。で、この世から全てが消えましたみたいな感じのことを出すようなプログラムになってます。でですね、今言った挙動の話なんですけれども、ちょっとすいません。なんだこれ。はい、すいません。今のはですね、このプログラムは使える文字を制限して文章を書くっていう、リポグラムっていう言葉遊びがあるんですけど、それにインスパイアされたプログラム、コードになってます。日本の文学作品で多分一番有名なのは「残像に口紅を」っていう筒井康隆さんの文学作品で最初からも「あ」っていう文字が消えた状態で小説が書き始められてて、次なんだっけ、中の文字がどんどん1文字ずつ減っていくんですね、章ごとに。で最後に全部なくなってで終わるみたいな感じの今ネタバレ言っちゃったはいみたいな小説にインスパイアされています。あと富樫義弘さんの悠々白書の漫画の中にもリポグラムを題材にしたストーリーがあるんで、それ知っている人もひょっとしたらいるかもしれません。ですね、でですね、このプログラム、今の挙動の他にですね、なんかよくわかんない、制約の上に書かれてるんですね。っていうのは、これが地味にすごいと思ってて、各アルファベットがね、登場していいカラムっていうのは決定してるんですね。決められちゃってる。Y は必ずこのカラムにしか出てこない。R はこの行にしか出てこないですね。他の文字も書いてないけど、E は必ずこの行とか、D は必ずこの行とかですね、Z はこれとか、決められた制約の上で、書かれてたりします。個人的にはなんかこの制約が異様に大変だったんじゃないかと思うんですけど、今日なんでこんなこと思ったんですかって聞きたかったんですけど、残念ながら掘れなかったので、永遠の謎というふうになりました。はい。で、松本さんこの賞選ばれたんですけど、どうでしょう。コメントありますか。そうですね。コード全く理解できなかったんですけれどもただ残像と口紅よという百書は愛読書だったので、そのノスタルジーさで選びました。はい、ありがとうございます。本当になんかよく見れると本当面白いんですよ。なんかザとか th とか全とかがなんかうまいこと並べてて、この長さでこれ実装したのは本当なんかものすごいんですけども、なかなか伝わらないですね、これきっと。いやすごいんですよこれ。はい。ということでじゃあ次行きたいと思います。はい。次は審査員の賞です。Most Ruby on Ruby Award。得点はこういうふうになってます。×がない。ということで受賞者は審査員じゃない健介今村さんです。おめでとうございます。はい。プログラムこんな感じですね。
ですね、これ最初の require.js っていうのがあるので、これは RubyWasm の上で動くプログラムになってます。この最初の方ちょっと覚えておいてもらうと eval なんたらかんたらとか、require が3つ並んでるなとかいうのを覚えておいてもらいつつですね、10ですよね。これはさっきのプログラムに全体像になってますよね。これさっきのところですね。でこれはRubyWasm で動くので、ブラウザで開く必要がある。ということで、HTTPD を動かした状態で、ブラウザがこちらです。これが、開いた状態ですね。わかりますね。さっきのプログラムが出てきてる。要するにこれクワイン、自分自身を、ブラウザというかブラウザの上で表示するというプログラムになってるんですけど、見ての通りですね。なんか出てるんですね。require CGI とか。@s イコールストリング new def ps イコールこれが全体にザーッと続いているっていうことになってます。すごいよね。ですね。ということでこれはですね今言った通り RubyWasm におけるクワインで、単に表示するだけでなくて、キーワードとか識別詞に対して、読み仮名を Ruby 要素を使って HTML の Ruby 要素を使って、表示するというクワインプログラムになってます。で個人的にちょっと面白かったのは、シンタックスハイライトの実装ですね。トリックって説明してないんですけど、コードサイズが、実質 2KB 以下でなきゃいけないというルールが、ほぼ唯一のルールがあるんですけども、その制限の中でシンタックスハイライトをさっきのような綺麗な形で綺麗なコードで実装するのは多分大変だと思うんですよね。でこのコードはどうやってたかっていうと、プリズムに丸投げしてました。丸投げも面白いんですけども、プリズムのトークンタイプをそのまま HTML のクラスにくっつけておいて、色をつけるところは全部 CSS でやってるんで、なんかうまいことルールの抜け道をついたような Ruby のコードにはこの辺の色の情報を一切含めずにですね、CSS で、その辺を表現しているという感じになってました。はい、審査員、さっきそういえば審査員の自己紹介をスキップしちゃってるんですけども、もし自己紹介あればそれも合わせて、コメントいただければと思います。私は多分普通に言語に詳しいというよりかは言語以外のところに詳しい役割として担当しておりまして江戸と申します。はい、言語というよりかはなんかこの HTML をうまく使ったというところがいいなと思って選ばせていただきました。特にその HTML でその Ruby ってタグがありますよね。Ruby って言いますけども、その Ruby タグを使ってうまく Ruby を表現しているということで Ruby on Ruby 賞として選ばせていただきました。はい、以上です。ありがとうございます。ちなみに最近知ったんですけど Ruby 要素 HTML の Ruby 要素を提案したのってマーティン・テュールスト先生だったんですね。明日の発表をなさる予定だと思います。すごいですね。Ruby 作って Ruby のコミッターでやりながら Ruby 要素の提案をしていたっていう。すみません、余計なこと言ってる場合じゃないんで。はい。次はペンさん、トム・フィンガーワードです。Most Uncovered、最もカバーされてないでしょうというやつで得点がですね、こんな感じになっております。はい。入賞者は私です。おめでとうございます。すいませんね。ですね。プログラムちょっとこんな感じで見た目がそんなに面白くはないかもしれないんですけど、一応実行してみますね。09ですよね。さっきお見せしたようなコードがなんかずらずら並んでるという感じになります。普通に実行するとですね、こうやって実行してねっていうのが出てきます。これカバレッジライブラリを有効にして、カバレッジの測定を開始した状態でこのエントリー RB を呼べと。で、そのカバレッジの測定結果を見てみなさいというふうになってます。あと、ここにちょっとなんか ISBN みたいなやつが書いてるのをちょっと覚えておいてもらえるといいかなと思います。これで実行するとですね、カバレッジの結果が各行の実行回数がこんなふうに出てくる。0は実行されてません。1は実行されましたっていうのが、こんなふうに出てくるんですけど、普通カバレッジってですね、空行とか評価されない行のところに2だったり、あとループがあったら2以上の数字が出てきたりするんだけど、これなんか綺麗に0と1だけ出てくるっていうのはなってるのがポイントです。この後ちょっとスライドで説明しますね。これはさっきの実行結果ですね。で、これがカバレッジの部分だけ取り出したもので、敷き詰めギュッと詰めて表示するとこれです。ここでですね、0を白に、1を黒に、表示しますね。でこれを縦に引き伸ばす。これ何か分かります？バーコードなんですね、これ。だから
これ引数に、バーコードの、数値14桁の数字を受け取るとカバレッジとしてそのバーコードの結果を、表現するというプログラムになってます。実行数も何も出ないですね。だからさっきみたいに。っていう感じになってます。肝となるトリックちょっと紹介しますと、ですね、こんな感じですね。これだとコンディションっていうやつがフォルスだったら、このラムダが呼ばれないので、代入のところと、この if 分岐のところが1回実行されたってことで101ってなります。で、コンディションのところは true だったらですね、このラムダが呼ばれて、ここが実行されたっていうふうになるので、カバレッジが111になると。こんなのをうまいこと使って、さっきのカバレッジを表現するというふうになってます。ですね、ちなみにこのISBN は、ピッケルボンってやつですかね、プログラミング Ruby デープフォーマスにやるやつを、ちょっと引用というか使わせてもらいました。はい、クレジットなんですけども、このコードカバレッジを悪用するというアイデアは僕のアイデアじゃなくて同僚の、リセシアさんという方が思いついたやつなんですけども、本人が作るのを諦めたというふうに言ったんで、僕が代わりに盗ませてもらいました。はい。でこの作品審査員によって評価がすごく分かれですね。ペンさんは10でワイハラさんは2っていう極端な点差だったんですけども、とりあえず選んでくれたペンさんはいかがでしょう。バーコードって白が連続しすぎなきゃしたらいけないとかそういうのがあると思うんですけど、そういうのと Ruby の必ず実行する行があるとかそういうのがうまく噛み合ったってすごいなと、あとこの発想はなかったなと思っていい作品だなと思いました。はい、ありがとうございます。ワイハラさん何が気に入らなかったんですか。あ、いい。まあ壇上ではやめましょうね。はい、やめましょう。はい。はい、ありがとうございました。ですね、じゃあ次のやつは今のワイハラさんの選んでくれた作品ですね。Most Natural、最も自然でしょうです。点数はこんな感じですね。勝者はベータチェルシーさんとおめでとうね。おめでとうございます。はい。でプログラムはこんな感じです。いいですね。なんかトリックっぽくなってきたっていう感じで、大変僕もこれは好きなんですけども、08のでかすぎるね。もうちょっとかな。こんな感じですね。もうちょっとで、じゃあ実行しますね。はい。乱数を使ってですね、お花をアニメーションしてくれるというようなプログラムになってます。これずっと見ていられるんですけど、時間があれなんで一回止めますね。ですね、あと引数が渡せるっていうのはポイントですかね。3っていうのを渡してみますね。3っていうのを渡すと必ず三つバチャライってなってるんですね。3つの花びらの、お花が出てくるっていうふうになってますし、10ってやったらもうちょっと派手じゃない、あでやかじゃない、なんていうんだ、華やかな感じになりますね。こんな感じ。綺麗ですね。なんかずっと見ていられる。というような作品になっております。いう感じですね。これいくつかスクリーンショット撮ってみたんですけど、回るお花のアニメーションという感じでした。ターミナルのアスキーアートで全て表現されているんですけれども、この縦っぽいところは縦棒でとかですね、斜めっぽいところはスラッシュとかですね、うまいことを使って、なるべく自然に見えるような、滑らかに見えるような工夫をされてました。なので、これ個人的には江戸さんが選ばれるかなと思ってたんですけど、ワイハラさんの方が高く評価してたのはちょっと意外でしたが、ワイハラさんはどの辺が下がったんですか？そうですね。シンプルなコードで自然のランダムさを表現しているところと、あとこの実行前の花のようなスタイルとこの実行結果が滑らかにリンクしているところがいいなと思いました。はい、なるほど。そういうのが好きだから僕にはダメだった。CG の観点からするとマーチングスクエア法でアルゴリズムで描画しているのがさすがだなと、いいなと思いました。ね、いや本当にいいと思います。すみません。僕は余計な軽口を挟んでる間にいいコメントをいただいてしまって申し訳ないです。はい。いや本当に良い作品だと思います。ありがとうございます。じゃあ次いきますね。はい、ありがとうございます。次はですね、新 H 浜地さんの選んでくれた章になります。モーストインテンシブと言えばいいのかな、これ。モーストインテンシブのダジャレだと思うんですけど、インテンシブ、イットだらけでしょうっていう感じですね。得点はですね、こんな感じで、審査員ではない。
審査員ではないんだけど、光一さんです。おめでとうございます。はい。これは見た目のインパクトが普通にあっていいですね。これですね。わかりますかね。イットだらけ。もう照明がそのままという感じですけど、本当にイットなんですけど、微妙にですね、この辺とかも自然言語っぽく、It's a celebration とかですね、Please eat for itself とかいろいろ書いてあって、すごいいいんですけども、一応実行してみますね。これさっきのやつが。0なのかな。さっきの糸だらけのやつはこれですね。実行するとですね、現在時刻が出てくるんですね。これ必ず時計みたいなものです。だから実行するために今の時間がやばいですね。はい、もう30分来てる。はいという作品になっております。ですね、メインのトリックはですね、当然it だらけのところですね。でどういうふうにエンコードしてるかもちゃんとドキュメントに書いてあってですね、引数がある it のメソッド呼び出しについては1で、引数がない it の呼び出しについては0でっていうのをブロックのネストによって、これで二進数を表現してるんですね。で、エンコードされてるのは、こんなふうにタイムナウを P しろっていうような感じのコードなんですけども、それもちょっと工夫というかいろいろあって、it ハテナっていうメソッドの実行すると呼ぶと、これが実行されるというふうになってます。でこの呼び方が結構工夫されてるんですね。ジェネレートされるコードを評価する方法がこの一文の中に入ってるんですね。この EVAL が本当に EVAL なんですね。カーネル EVAL を呼んでて、itSelf ってこれトップレベルに書いてるからメインオブジェクトなんですけども、EVAL メソッドって、toStr によって、文字列に変換しようとするんですね。なのでこのプログラムは、toStr を定義していると。それによってこのエンコードされたコードの文字列を返すようになっています。でその後でここで it ハテナというのがしれっと書いてあるのがここで定義されたメソッドを呼び出すっていう形になっていて、さっきの時刻表示を行うというようなコードになってます。ですね、浜地さんからはコメントをもらっているので読み上げますと、大丈夫かな。Ruby3.4 で導入されたばかりの it を乱舞させるというキャッチーさがまず素晴らしいです。個人的には、細かい難読化が複数箇所仕込まれている点も好きでした。EVAL を用いる作品の場合、EVAL 直前の状態を見れば何が実行されるか分かることが多いのですが、この作品の場合、スライドで説明された点も含め、多段のつまずきポイントが用意されていたり、最初の意味なさげの文字列から、文字を集めて、EVAL する文字列を作っていたりと、丁寧に作り込まれていると感じましたというようなコメントでした。なんか他に言いたいことある人います？っていう感じ。じゃあ大丈夫ですね。次行きましょう。はい、ありがとうございます。次のやつはですね、これが最後の審査員賞かな。グラジシャ賞、ベストボーナス賞という、証明になってます。得点がこれですね。ということで自分です。おめでとうございます。はい。でコードがですね、こんな感じの面白くない四角ですね。とりあえず実行してみますね。かな。これがさっきのつまらないコードですね。でこれはですね、何だったっけな。これだ。入力ファイルがいるんですね。この入力ファイルを見て BWR みたいなのが並んでるやつですね。これを食わせて実行するとですね、こんなよくわかんない文字列が出てくる。これは何を意味しているかってですね、IRB にペーストするという意味がわかります。わかる？ちょっと小さくすればいいですかね。青、白、赤でこれ FR フラグっていうんですね。フランスの国旗のような色ですね。だから BWR っていうところの B の部分は青くなるようなコードに生成するし、W のところは白くなるようなコードを生成して、R のなるのは赤くなるようなコードを生成した上で、それを IRB に貼ると色がつくというようなプログラムになっています。いくつかサンプルをつけてたので紹介しますと、これはもう見てわかりますよね。これでいけるかな。一応やると日本とちょっと大きめのやつをですね、もうこれで見てなんとなくわかるっていうのもあるんですけど、一応ね、じゃあこれコピーしたらダメなんだ。合ってない。
生成されたやつを IRB に貼るとこれねおーっていう感じですね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、カラーマップの、RGB とかのやつを受け取ってそれに対応するような、色付けしたらそれに対応するような Ruby コードを生成するプログラムということでした。IRB で色をつけるとさっきみたいにこんな風な色がつくというものになっています。でですね、B のところはインテジャーですね、整数にするし、R のところはストリングリテラルですね。あとグリーンのところは、グローバル変数、Y のところは、シンボルで、マゼンタは、不動小数で、シアンはですねニルとトゥルーとフォルスをいい感じに組み合わせて出すっていうふうになってます。アホみたいにつなげるとですね区切らないとキーワードにならないので、いい感じにセミコロンとか挟みながら出力するっていう感じになってます。他の文字は基本的にセミコロンっていう感じですね。白くなるというような感じです。ネタバレしちゃった。ですね、忘れてましたね、言うの。つまんない四角って言ったんですけども、このコードをですね、IRB に貼るとですね、こうなる。これですね。Ruby のマークにトリックって書いてるように出てくるっていう感じです。この制限結構厳しくてですね、ストリングここにしか書けないんですよ。正規要件とかも書けない、赤くなっちゃうんで。とかですね、整数もここしか使えないんで書けないんですね。なんで普通に1とか0とか書いちゃいけないっていうなかなか変な制約のもとにプログラムを書いてみたりしましたと。そうですね。これは誰だかフラジシャスはいないんだな。だからはい、そんな感じでした。はい。じゃあ、ということで8つの審査員賞でした。最後トップ5に入るんですけども、その前にですね、最初にも言いましたけど、今回非常に良い作品が多くて、例年だったら採択されてただろうなと思うようなものはかなり紹介できない結果となってしまいました。ということで、オーナブルメンションズ、船外佳作という形ではあるんですけども、後で作品を、掲載させていただこうと思っている人の名前だけ紹介していきたいと思います。ワイハラさんと01荒川さん、健介今村さん、高一笹田さん、健介今村さんが3つ目ですかね。高田野田さん、ちょびしばさん、お佐藤さん、マリ今泉さん、陽大崎さんという、また本当に説明したかったんですけども、ちょっと残念なので時間がなくてできないので、各地見ていただくということでお願いしたいと思います。ということで、こっちも一応拍手をお願いします。ありがとうございます。はい。ということで、オーナブルメンションズでした。で、最後、トップ5の説明に入りたいと思います。5位いきますね。most maintainable、最もメンテナンスしやすいでしょう。点数はですね、8点。8点なんですけども、こういうことですね。勝者はフェンさん、トンピングさんになります。おめでとうございます。はい。プログラムはこんな感じでちょっと、とりあえず実行してみますね。これじゃ見えないですよね。05ですね。これはですね、この辺とか一見すると Ruby っぽいかな。よくわかんないけど、この辺ちょっとよくわかんないけどみたいな感じなんですけども、実行するとですね、挙動としてはフィズバズですね。256まで3の倍数のところではフィズって言って6の倍数の5の倍数のところではバズって言って15の倍数のところではフィズバズっていう他のところでは普通の数字を出すという例のよくあるお遊びのプログラムの挙動になってますと。でですね、これはさっきちょろっと見たんですけど非常に怪しい定数代入が並んでるんですね。これ意味わかんないですよね。でこれ説明しきれないので本人に説明することをお願いしているので、じゃあお願いできますか。そこでもいいと思います。ステートっていうモジュールがあるんですけど、ここに定義されている定数がオンかオフかっていうので01を表してるんですよ。でそれもオンにするものだけを定数に明示的に代入して、オフにしたいものっていうのはそうでないものは全てがオフに設
設定されているモジュールをインクルードしているので、ステートコロンコロン A って呼ぶとオンだし、ステートコロンコロン B って呼ぶと B はないので、インクルードされているモジュールを参照してオフが返ってくるっていうふうなことをしているんですが、さらに、ここからが謎の DSL なんですけど、オンとオフっていうモジュールにそれぞれセットっていう定数を定義しておくんですよ。でオンの方のセットっていうのは次の状態を表現したいモジュールで、オフの方のセットはゴミ箱代わりのダミーのモジュールにしておくと、ステートコロンコロン A コロンコロンセットコロンコロン B にオンっていうのを代入するものが、 A がオンだったら次の状態に A のセットっていうのは次の状態を表すモジュールなので、それがオンに設定されると。で A がオフだったらそのオンを代入するっていうこと自体は実行されるんですけど、ゴミ箱に捨てられて実行されないと。代入を条件付きで A があるかないかで実行したりしなかったりするっていうふうなことを使って DSL を作ってます。でそれをはい終わりわかりましたなんか DSL のところだけちょっと補足というか進めると、これはですね、なんか F が定義され F がオフで J がオフだったら B にオンを代入しろという DSL、 マジで DSL みたいな意味になってて、こっちも K が、オフだったら新しい状態の K にはオンを代入しろかな、みたいな感じの本当に DSL みたいに書いてるんですね。いやこれ本当なんか要するに定数代入って計算できるぐらい複雑だっていう証明みたいになってるんですよね。定数代入もうちょっと簡単にした方がいいんじゃないですか継承を見るのは本当にちょっと良くないと思いますね、僕はこれは。いや本当、はい、素晴らしいわけわからなさでした。他の審査員からコメントありますか？大丈夫ですか？大丈夫そう。はい。じゃあ次行きましょう。ありがとうございます。ところでですね、これ注目してほしいけど、トーピング1ってのが書いてあるんですね。1。どういうことだっていう感じなんですけど。4位ですね。ベースと ASMR 賞。で、ことで点数は、これですね。ということで、こっちもペンさんになります。おめでとうございます。ですね、5位と4位はね、どっちも同率8点だったんですけども、開いてみたら結局同じ人だったんで、もう本人にどっちがいいか決めてもらいました。はい。で、プログラムはこれですね。実行してみますね。04かな。もうちょい小さく。これできるかな。もうちょい大きく。のかな。はい。普通に実行しますね。entry.rb。最初に自分違いたのでクワインなんですけども、なんかその上にアニメーションがかぶさってくるっていう感じになっていると。これしばらく時間かかるので、今一生懸命計算してます。何をかは後で分かります。はい、終わったんですけども、これを実行するとですね、out.wave っていうのが出てます。なのでこれをちょっと聞いてみましょう。ですね、はい、再生しますね。いけると思う。ミスった。はい。わかります？波の音ですね。波の絵が出るアニメーションで、波の音のウェーブを生成するプログラムっていうものになってます。これもちょっと自分でも何言ってるのかよくわかんないんですけど、はい、これも説明方法あんま僕よく分かってないんで本人に説明してもらうっていうのでお願いしてます。じゃあお願いします。音が1つある音声ファイルを2つ合成すると音の数が2個に増えるじゃないですか。でそうやって作った音が2つの音を音程とタイミングをずらして2つ合成すると音の数が4つに増えるんですね。っていうのを繰り返すと音の数がどんどんちょっとずつ2倍2倍に増えていくと。再生しますかね。はい、例えばこんな感じの音、1つが2つになって4つ8と、これを15回くらい繰り返します。でそうやって作った音を全部同時に再生するとなんか複雑な音が鳴りそうな気がしますよねというのがこのトリックの肝になっています。で先ほどの音を全て同時に再生するとこう水のような音になるんですね。
でさらにこの水の音を先ほどと同じような操作で2倍4倍8倍として32個同じような音を合成すると波のような音になると、こういうのを使ってます。でこちら分かってみるとそうやればできるんだって感じなんですけど、パラメータをうまく調整しないとできないし、そもそもできるかどうか分からない状態から試行錯誤でここまで持ってくるのになかなか苦労しました。はい、お疲れ様でした。いや素晴らしい。いやこれはですね受け取った時に絶対入賞するなとは思ったんだけど、自分で説明できなくてどうしようと思ったんですけど、作者が審査員だったので助かったパターンですね。はい。一言いいですか？どうぞ。前回確か私ともぴんさんの賞にコメントで、次回はぜひ音をやってほしいって書いたんですよね。なのでこれプログラム見た時に多分トムさんだなと思いながらなるほど評価してました。すごくいい音でありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ残るついに3つですね。第3位同賞です。モーストアリスメティック賞、最も算数でしょ。点数はということでこれもはいまたペンさんです。おめでとうございます。どうなってしまうんだっていうね感じなんですけども、はい、プログラムこんな感じですね。電卓ですね、分かりやすい。分かりやすいって言ったら今日分かんないんですけど、さっきのプログラムがこれです。で、実行するとですね、ファイルがですね、123456789と0とプラスとイコールっていうのが出てくるんですね。例えば、0を見てみますと Ruby コードなんですが、なんかよくわかんない形をしていると。でこれ何を意味しているかというとですね、どっかでごめんなさいね。どっかで聞いたような話なんですけども、これをですね IRB に貼るんですね。0。次はじゃあ1も見てみましょうか。ほとんど見た目同じなんですけども、1ですね。これ首を90度の右に傾けて見てもらうと、七セグみたいな感じでここ1っていうのが出てる。さっきのやつも横長だったんですけど、横に傾けてみると0、1になっているというような感じで、まさかのネタかぶりなんですねこれ。IRB に貼ったら色が出るっていうところが完全にかぶっててびっくりしたんですけれども、でもこっちが上に来たのは全然当然だと思ってます。なんでかっていうとですね、これ計算ができるんですね。何言ってるか分かりますか？ですね、1とプラスと2とイコールっていうファイルを結合した状態で、これできるかな、色付けをじゃあしてみますね。IRB に貼らなくてもですね、こういう便利コマンドがあるので、これでやるとすごくでっかくなるので、すごくちっちゃくすると分かりますかね。ですね、ここからですね、1と2を足すと03っていうのが出てくるし、もちろんこれはですね3個足すこともできる。6ですね。06が出てくる。これ2桁の範囲でオーバーフローしなければそれをちゃんと認識して、だから10足す20足す30とかをやると60になってくるっていう、これは本当にすごいんですよね。はい。ですね、これがさっきのやつで、なので挙動としてはですね、IRB のシンタックスハイライトを使うと、2桁の計算ができるというようなプログラムになってました。ポイントはですね、これ今日藤波さんの発表を見てた方は有名なトリックとか言ってたんですけども、ローカル変数に対してこういうコードを書くと、これは序算ですね。フにxxx を割ってさらに x を割るっていうふうに解釈されるんですけども、ローカル変数が定義されてない状態でこれメソッド呼び出しとしてやるとですね、この部分が正規表現として解釈されるんですね。
正規表現リテラルで、IRB は正規表現リテラルを赤くするので、つまりこれはローカル変数を定義しているかしてないかによって色のつくつかないを制御できるというようなトリックになっていると。だからさっきの0と1はほとんど同じ見た目だったと思うんですけど、このほんのちょっとの違いで色の付け替えている。でですね、そんなのは正直このプログラムのどうでもいいところで、何よりすごいのがシンタックスレベルで足し算を実現しちゃってるところなんですよね。これはあんまり説明できる気しないんですけども、このコードのガジェットがですね、A も B も定義されてない状態でこれを実行すると X が定義される。A が、定義されている状態でこのガジェットを実行すると Y が定義される。B が定義されていると、Z が定義されるというなんかキャリーを表現できるような感じのガジェットがあって、これをうまいこと組み合わせて実現しているで合ってますか？合ってます。はい。いや本当ねこれ感動しましたね。おそらく世界初で公文レベルで計算するRuby プログラムというか Ruby じゃなくてもなかなかないと思うんですけども、本当にこういうトリック以外に役に立たない発明をしてもらえると高評価だなっていう感じでしたね。これは本当に素晴らしいっていう感じでした。何か審査員からコメントありますか？大丈夫？難しい。はい、難しいですね。じゃあ、はい、銀賞最後から2つ目になります。スコアはですね、こんな感じになってます。はい。ということで僕です。すみません。はい、ありがとうございます。これですね、コードはこんな感じでですね、これはですね、内容がとっても盛りだくさんなので、頑張ってついてきてくださいね。ですね、02だよね。さっきのプログラムがこれです。これで、とりあえず、これはですね、言ってしまうとパッチコマンドです。なので、よくあるパッチファイルを用意してるんですけども、こういう感じのパッチファイルをですね、適用しますね。ごめんなさい。なんか失敗したな。コピーして、このサンプル RB に対して、このテストパッチを、すみませんね。もう一回。このサンプル RB に対して、このテストパッチを適用するのを、やってくれると。テストパッチってやると、パッチしましたっていうのが出てきて、間違えた。ちゃんとこのアットのところに後にサブっていう関数がね、このパッチに書いてあるように追加されているということで、パッチコマンドとして動いているというのを確認できるかなと思います。でですね、それから元のプログラムをよく見てみると、このプログラムってですね、パッチになってるんですね。わかります？dev-null から pd.rb を作るっていう感じのパッチファイルになっていると。なので、パッチファイルとしても使える。なのでこれは自分自身に自分をパッチファイルとして自分のパッチ何言ってんだわかんないな。はい。実行するとですね、だから今こんな風に見たようにdev-null から pd.rb を作るっていうパッチだったので pd.rb が作られますと。作ったやつはここに書いてある通りですね。真ん中にあったやつがそのまま出てくるという感じになっています。ですね。でこの pd.rb を実行するとですね、パッチを出力するんですね。自分自身に対するパッチです。pd.rb から pd.rb をこういうふうに変えなさいというパッチになってまして、なのでこの pd.rb をパッチコマンドに渡すとですね、パッチをして pd.rb が書き換わる。何が書き換わったか分かります？これ p がシャキッとしてますね。シャキッとしてたのがほんのちょっと歪んだというか回ってるんですね。で新しいバージョンの pd.rb を実行してまた自分自身へのパッチが出てくると。なのでこれをもう一回適用した上でついでに表示をするっていうのをやるとですね、わかります？もう一回やりますね。P がちょっとずつ回っていく。これちょっと時間かかるので待ってくださいね。シャキッとした。ね、P が半分回って D になりました。P っていうのは、パッチの意味の P でした。で、それに類する D が何かっていうと分かりますかね。diff ですね。これを実行するとですね、ファイル2つよこせって言ってくるんですね。で、これに、sample.org、sample.rb っていうのをやると、パッチを作ってくれる。diff として動く。
というものになってます。わかりました？大丈夫ですか？これここで半分です。ここで半分でですね、もう一回元のやつを見てみるとですね、最初の方になんかメールっぽいなんか入ってるんですね。これですね、なんだ Git が言ってるメールボックスのパッチフォーマットっていうやつなんですね。これってここに書いてある文字列をコミットメッセージとしてコミットしろっていう、これをコミットするための特殊なパッチファイル、拡張パッチファイルみたいなものになってるんですね。なのでちょっと待ってくださいね、念のためGit ユニットします。Git ユニットをしますと。でさっきの、エントリー .rb をパッチファイルとして Git に食わせると。おっと失敗したな。そうか。すいません、やり直し。pd.rb が出てたから衝突しちゃいましたね。こうした上でもう一回、エントリー RB を、こうすると、パッチを適用した上で、コミットがなされてます。何もなかったところから一つのコミットが出た状態になっていると。それでですね、さっきと同じようにpd.rb を実行して、今度はさっきのパッチコマンドを使うんじゃなくて git.env コマンドでそれをどんどん、足していくのをやりますね。これもめんどくさいんで30数回スクリプトでやってるんですけども、そうするとこれどんどんアプライしていってるのが出てきます。ということで、これを Git ログするとですね、ちゃんと30数個のコミットが積まれているんですね。ちょっと面白いといえばデートが1月1日1月2日1月3日みたいな感じでね30数個のコミットが積まれていると。これの意味はですね Git ログワンラインをするとですね見えてきます。わかりますか？これはですね元のエントリー RB が Git のワンラインのログで出てくるクワインなんですね。だから Git のクワインという感じになってます。これがですね、だから多分誰も今までやったことがないであろうコマンドをすることですね。Git ワンラインのコマンドをですね、こういうふうにパッチっていうふうにやるとちゃんと動くっていうね、元言ったパッチの動き方をするようなプログラムになってます。はい、もう一つだけあります。これね、今生成されているディフとして動く PD のところ、実はディフとして動く PD の一番最後の時にちょろっと自分自身へのパッチがあるので、これを適用すると、pd.rb の動きが変わります。何かっていうとですね、さあ分かりますか？ L が並んでるんですけれども、よく見ると1。これ英語でスポット・ザ・ディファレンスっていうパズルですね。ディフだからディフにこれ入れちゃうんですけど、これ似たような文字がある中で一個だけちょっと違う文字があるっていうのを探すゲームが、できるように動くようになるというおまけがついております。これ1ですね。はい。以上です。時間がやばいですね。はい。これね、僕自分のやつだから、長く話すんだろうって時々言われるんですけど、そうじゃなくてネタを積み込んでるからこうなってるので、決してひいきしてるわけじゃないんでね、お分かりいただければと思います。このプログラムはですね、ガチで優勝を狙いに行くつもりで作ったんですよ。なんですけど、あえなく一歩及ばなかったので本当に悔しいですね。なんかコメントありますか？大丈夫？私多分一番低く評価したんですけど、私には難しすぎたです。難しいですね。自分でもちょっと時間的に詰め込みすぎたかなという反省はありますが、はい、という感じでいきたいと思います。最後いよいよ金賞になります。モーストレボリューショナリーで最も展開的でしょうという名前にしました。点数は唯一の9点台なんですね。でこれはですね×がありません。ということで優勝はドン・ヤンさんという方になります。おめでとうございます。ドン・ヤンさんは思いかねというハンドルで活動されている方でトリックの元根さんみたいなIOCCC っていう方でも常連の方ですね。トリックにも前出してくれたことあるんですけどこんなに上位に来たのは初めてみたいな感じですね。でプログラムこれです。これちょっとマトリョーシカっぽくもいいんですけどダルマだそうです。ですねそうだ
先に説明しますと、このプログラムはロット13のフィルターというふうに言われています。ロット13っていうのは、簡単な開示式暗号というんですかね。A っていう文字があったら N に対応させて変換するし、B っていうのがあったら O に変換する、C だったら P に変換するっていう規則的な変換をやる、プログラムのことで、ハローっていうのを渡すと、例えばH は U、E は R みたいな感じで、こんな感じの URY は B っていう文字列に変換するやつのことを普通は言うんですけど、このプログラムにおいてはロット13というのはそういう意味ではないんですね。何かっていうとですね、13分の π 回すという意味になってます。何を言ってるかというのを今からお見せしますと、ですね。さっきのプログラムがこれですね。でですね、テスト用のファイルがこれ入力、テストっていうか、テキストファイルを入力してそれを処理するプログラムなんですけども、この丸っぽく並んでいる文字の中でここだけびっくりマークなのを覚えておいてもらえるといいんですけども、これを食わせて実行するとですね、回ったここにあったやつが半時計回りに1個動いたっていうのは分かるかなと思います。逆と回転もできる。こんなふうに引数に普通に渡すと、半時計回りなんですけども、もっと分かりやすく書くとですね、パイプ経由で渡すと逆回転をするんですね。ここにあったびっくりマークはこっちに来る。こっちパイプだから分かりやすく、こずと13分の2パイずれるし、どんどん回転させていくことができるというような感じのプログラムになってます。なのでテキストを回転させるプログラムという感じですね。でですね、もちろんそんなんで終わるわけないんですけども、このプログラム自身を回転させることができるですね。こんなふうにちょっと傾いた状態になったと思うんですが、こっちからやる方がいいな。反対側からいきましょう。こっち側に傾けた、右に傾けた状態のプログラムを、これはですね、これは普通の意味でのロット13になります。ちょっと確認してみましょうね。ロット13に、例えばハローっていうやつをやると、さっき説明したように URYYB。ロット13で何回もかけるとですね、偶数回かけると元に戻るので、URYYB をもう一回ロット13するとハローに戻る。ということでロット13のプログラムになってます。ですね。で、もう一個ですね。反対側にさっきお見せしたように左に傾けた状態、こちらも動くようになってます。で、これはメッセージ .rb とかっていうのを保存して実行するとですね、こんなメッセージがですね、これはですね、ロット13をかけると、ロット13、わかる？トランセンデンタルインブローリオ Ruby というこのトリックの正式名称の一部ですね、になるようになっているというようなプログラムでした。で、もう一個だけあるんですね。ですね、このプログラムよく見るとなんかよくわかんない、なんか Ruby では明らかに意味がなさそうな文字列が入っているのがところどころ、どこだっけ、この辺とかね、見えるようになってるんですけども、これはブレインファクっていうなんかプログラミング言語のコードを中に埋め込んでいて、だからこの言語ポリグロットRuby としても動くし、そのブレイントラっていうプログラム言語としても動くようになってて、そのインタープレーターの上でこのエントリー RB を動かすとトリックというメッセージが出てくるっていうようなものになってます。以上ですかね。全然そうだ。言ってなかったんだけど、これスポイラーっていうファイルがくっついてですね、どうやって作ったかの解説ちょっと詳しいことお見せしないんですけど、スポイラーっていうファイルがですね、わかりますかね、これ。どうやるんだったっけ。回転させられちゃってるんですね。スポイラーをこっちかな。逆だったわ。こうするとかな。こうするとどうやって作りましたみたいな感じの話が読める。ちょっと解説までしないんですけど、なのでこれは普通の意味でのロット13ではないけど、簡単な暗号化ツールではあるというふうに主張がされていました。ですね。はい、そんな感じです。ざっと説明したので飛ばして、はい、ということで金賞でした。皆さんいかがでしたでしょうか。時間ないんですけど、軽く一人ずつコメントをこの作品に関しても総評的なことでも一言ずつお願いできればと思います。さっきの
回転させた後逆方向に回転させて戻せるみたいな機能もあるんですけど、そこをどうやってるのかなって見てみたら、その使ってる数学の方もすごく興味深くてすごいですね。そうですね。ね、ぜひ皆さん読んだらいいと思います。はい。はい、私自身はその投稿する側ではないんですけど、どちらかというと見た目とか出力重視で審査させていただきました。トンピンさんの作品素晴らしいし、他にこうグラフィックとして面白い作品たくさんあって、今回審査大変でしたが、いい作品選べてよかったです。はい、ありがとうございます。さっきからペンさんに握手しなかったんですね。はい。そうですね。オナラブルの中に、オナラブルメンションの中にリーストトゥース風っていうその言語を組み込んだやつがあってですね、あれは結構良かったんですけれども、それ以外にはですね、僕 Ruby 作ったはずなんだけどなって思うのばっかりね、生じします。上位がこんな感じだから今日あんまり喋んなかったんですよね。僕自分でも実は3つ出したんですけど、1個サイズオーバーで落ちててちゃんと締め切り前に再確認するというか、余裕を持って応募するのが大事だなと思いました。はい、ありがとうございます。残念でした。紹介できなかった作品があるんですけれども、はい、どの作品も本当に面白かったです。ということで、もう時間も過ぎてるのでまとめに行きます。オーナブルメンションズの皆さんはこの方々でした。読み上げませんけれども、ありがとうございました。審査員賞はこの8件でした。で、総合5位は、こういう結果になりました。2、3、4、5が審査員っていう感じでちょっと恐縮なんですけど、天地神明に誓ってフェアに評価させていただいたのをそれだけを信じてください。結果的にこうなったという感じになってますが、こういう感じになりました。はい。で、最後、特典ですね。上位5作品は、Ruby の公式リポジトリに素晴らしいサンプルプログラムであるということで、コミットされることになります。なので、今年の末にリリースされる予定の Ruby3.5 はこれらをサンプルとして、含んで、ターボールに、含ませてリリースされることになる予定です。はい。ということで、まだ、公開してないですけど、以上の作品は、この URL で参照できるように後でしますので、ぜひ見てみてください。はい、入賞者の皆さんも、残念ながら落選してしまったプログラムも本当に素晴らしいプログラムばかりで、今回本当に選ぶの大変でした。参加者の皆さんありがとうございました。ということで終わりになりました。ありがとうございます。